相模原の宇野森にある公園寺坂を下っています。あと1カ所神奈川の神社を回ってから東京に戻りましょうね。あなたのチャンネル登録が旅の始まりです。さあ、新しい景色へ。旧河川道を遊水地にしているのでしょうか。谷口関というタイの取水口がここにあったそうです。ボロボロの石碑。昭和26年って比較的新しい。石材の選定が間違ってたんだよ。この小さい鳥居は鹿島神社本宮。今から行く神社の移転前、ここにあったそうです。なんか地域の石碑をここにまとめて集めた感。海岸は都営森の住宅。再開発で生まれ変わるそうな。古いとはいえ町田駅徒歩数分で家賃5万円程度。破格です。ここも旧河川道っぽいですね。ここも遊水地か。多いですね。町田駅防御用かな。この辺りの地主一族専用墓ですかね。墓石の名字がほぼ同じ。そこのビルが建っている辺りは2000年前半くらいまで通称田んぼと呼ばれた地域でした。いわゆる浦市洞窟でした。ビルとビルの間にある交番出張所がその名残ですね。もはや意味がない。まあ辺りは今でも暴力団多そうだからいいのか。
当時は小田急線の車内からでもこの辺りのピンク色の照明がついた小規模飲食店が見えたものです。ここにはホテルラポール千住閣と町田ボーリングセンターがありました。いずれタワマンでも建てるのでしょうけど時間がかかるから一時的に駐車場になっていますね。右手に段丘街が見えます。着きました。谷口鹿島神社です。創建より400年ほど経っており、現在地には200年ほど前に移転してきたようです。住所は相模原市南区です。この看板なんか長すぎるよ。もっとまとめた方がいい。この神社と隣接するお寺は1884年に近隣の農民が集まり自由民権運動が展開されたところです。武装混民党として一帯で騒動を起こしました。そういう人たちが鬱陶しいので町田が神奈川から東京に移管された一因だそうです。ブラタモリでやっていましたね。緑色の綱は珍しい。大地主の名前があるね。
こちらは隣接する清流寺、これまた日蓮宗。ちょっとだけ残ってる神社の参道。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。あなたのチャンネル登録が次の旅の力です。いいねも応援になります。